ったか。YouTube 撮りますか、このまま。生配信。質問いっぱい来てるんですよ、インスタグラムで。これちょっと質問していきますね。そうそう。で、最初が、ハイビスカスは沖縄以外でも育てられますかっていう。育てられますよ、ね、北海道でもいいかな。大丈夫です。北海道は家の中でよく咲きます。やっぱ外はそう、冬はね、冬でも部屋の中は暖房、人がいなくても炊いてるから、よく咲くみたいです。地植えとかは無理ですね。無理ですか。雪石も降りるとも確実に、また気温も10度以下下がりますから、それはちょっと難しいですね。冬はもう冬越しとして部屋の中に入れる管理をしなければいけないです。夏の間地植えして、じゃあ冬になってきたらまた掘り起こして、もうそれだったらもう本当に何ヶ月、5月から大体向こうだったらもう9月いっぱいか10月頭ぐらいまでだから、それだったらもう鉢植えでやった方が根も傷まないし、その方がいいです。で、なんか結構質問があるのが、地植えのハイビスカスって赤花、あれってなんかほったらかしにしてるのに勝手に咲くから、こっちの鉢のやつもほったらかしでも咲くんですかね。咲くことは咲きますけど、植えてやっぱり根付くまでは水かけを徹底したりとか、肥料入れたりとかやらなければ成長はあんまりしません。地植えのやつってなんであれ肥料とかあげなくても育つの？下にこの肥料みたいなこの栄養分が蓄えられてるからあげる必要ないです。いっぱいある。最初だけにあげれば、根付くまであげればいいです。水やりも雨水だけで。そうです、大丈夫です。よっぽどもう何週間もこう雨が降らないとかだったら少しかけられた方がいいけど、そうじゃない限りはもう雨任せで十分。そうなんです。で、次が冬越しの仕方っていうのも、これもまた地域にね、いろいろ違う。基本ハイビスカス協会の会員の方で千葉、埼玉、それに岐阜とか名古屋とか、いろいろなところいますけど、ほとんど冬越しするときには枝を、こういうふうに枝があったら、この辺からだいたい3節ないし4節ぐらい上のところからこういうふうにカットして、そのままこの防腐剤みたいなのを塗って、それで冬越しされる方がほとんどですね。強剪定して。そうですね。それで自分が作ってるこうして棚があったら、棚に入る長さに全部揃えて、それで大体ほとんどの人はカットしてます。それで冬越しすると春先にこう新芽が出てきて、それで5月ぐらいか4月の後半から5月にかけて外に出して、それで成長させて花とかつぼみ持ってきて、6月ぐらいから結構咲き出します。なんかちっちゃいビニールかぶせて、外にもしこう部屋の中に出られないとか、もう外でしか管理できないといったら、1鉢2鉢ぐらいだったら、ちょっと大きい鉢だったらこうシチューを立てて、コンポートかする割れ物のコンポートかしたりするプチプチ、ああいったのをちょっとこう上にかぶせるような形にすれば、それで保温に多少はなりますから。それでもいけるんです。あとはもうちっちゃいハウスをアマゾンとかで置けるスペースがあるんだったら、大体1.5 から2メートルぐらいのちっちゃいの2、3万で売ってるのもありますから、ああいったのも購入されてもいいんじゃないかなと思います。そうなんです。で、あとなんか、購入した直後とか1年前よく花が咲いたけど、だんだん2年目3年目って花がちっちゃくなる。多分これは枝を剪定してないとか、そういったこともあると思います。枝が伸びても剪定しなければ、花咲いたとしてもちっちゃくなったりとか、あとはもう肥料とか栄養ちょっと不足とか、そんな感じでも花の先とか少し悪くなってます。剪定と、鉢もだんだん大きくしてるから。そうですね。もうある程度大きくなったら、もう
この鉢の上の方から根っこが出てきたら、うん、もう上からも見れるぐらいの根っこ出てきたらもう早く鉢を変えてくださいっていう、こう合図みたいな感じになってますから、そういった時にはもう鉢上げをやった方がいいですね。極端に大きくしないで、今買われた鉢だったらそれより一回り大きい、そしてこれがまたしっかり根を巻いたら最終的に自分が動かせるぐらいの大きさの鉢に変えると、もうこれで3年ぐらいは持ちます。3年も、あともう大体3年ぐらいするとやっぱりまた根詰まりとかしますから、それを1回こう鉢から出して下の方を3分の1ぐらいほぐして、それで下の方に新しい土を少し入れて、それでまた上からもちょっとかぶせるような形にすれば十分育ちます。根っこが1回下に行って上にそれで上がってきます。上がってきて土から出てきて、はい、なんか下がとぐろみたいに巻いてきて、そういったのはもうほぐしてある程度のところはカットしても大丈夫です。そうなんです。で、もう一つよく聞くのが夏に花が咲かないっていうのがあるんですけど、これはそういうもんってことですか？そう、これはもう沖縄の場合は、強い品種に対しては、咲けるんですけど、大輪の花でもやっぱりちょっと暑さに弱いのある時には、つぼみはいっぱい持ちます、だけど高温障害みたいな感じでポロポロ落ちてしまうんです。だからそれはもう多分太陽の強さが大きく、特に沖縄の場合は紫外線がもう紫外線のあれ強いし、太陽の暑さが全然もう内地とは違いますから、それでポロポロ落ちる現象があるけど、今でも内地でも39度とか40度いくところも結構ありますから、だからその対策でちょっと遮光ネット、薄い遮光ネットを大体こう 50% から 60% ぐらいの遮光ネットを軽くやるとか、そういった感じで少し光の通す日陰にするぐらい作られた方がいいです。だから直接太陽が当てないで少し遮断するような形でやれば咲くと思います。なんかね、夏のイメージっていうことがあるから結構勘違い、だから沖縄と内地は逆なんですよ。内地では夏はどんどん咲きます。沖縄ではもう夏はもう咲く前にポロッと落ちて、咲くでもう咲きそうだなと思ったらポロッと落ちます。だからそういう現象が出るから、内地では普通に咲くことは咲きます。適温としては言われてるのが15度から25度ぐらい。そうそう、25度からもう大体そんな感じですね。だから夜の気温が下がればある程度開くんですよ。沖縄はもう夜の気温でも30度からあんまり下がらないもんで、夏は。だからそれで開かないのが多いです。逆に最低気温がどれぐらいまでが？最低気温はもう一応ハワイアン系の花だったら15度以下下がると弱ると言ってます。あとこのコーラルタイプとかオールドタイプなんかは10度以下下がるともう徐々に弱ってくると言われてますね。